Toyo Language School presents 日本語を学ぶ留学生の Now Study in Japan Radio Station。それでは東洋ランゲージスクールプレゼンツ日本語を学ぶ留学生の Now Study in Japan Radio Station。本日の留学生を東洋言語学院の石川が紹介します。本日の学生はドイツのマインツ出身のスザンヌさんです。 Hallo miteinander. Mein Name ist Susanne und ich komme aus Mainz. ありがとうございます。スザンヌさん今なんて言ったんですか、日本語にすると。こんにちはと、スザンヌと申します。マインツ出身です。ありがとうございます。ちょっと難しそうだな、ドイツ語も今日はい、もうねここに座ってもらってるだけでものすごくエネルギーを感じるんですよスザンヌさん。もうね東洋言語学院にも有名で、すごくね明るくてパワーをくれるスザンヌさんなんですけど今日は一緒にお送りしていきたいと思います。スザンヌさんって日本に来る前は何をやってたんですか？ですね、まずは、ちょっともう10年前の話なんですけど、そのワーキングホリデーに日本に来て1年間で日本で働いてて、で、6年前に日本に、交換留学して、青山学院大学に留学しました。そっか、じゃあワーキングホリデーで日本に来て、その後青山学院大学に交換留学で来て、で東洋言語学院に来て3回目、日本に長く来るのは。そうですけど、両校も両校も途中も来ました。なるほど。大学では何勉強してたんですか？一応日本学と言語学、あ、そうなんだ。じゃあそういう言語学的なアプローチからもこう今日本語をですね、勉強してくれてるんですよね。はいはいはい。日本語の勉強を始めたきっかけっていうか、日本に興味を持ったきっかけはどんなことだったんですか？そうですね、16歳の時に、偶然にミュージカルテニスの王子様という作品の DVD を見て、それも本当、魅力的な感じで、もう一番面白いと思ったのは、そのボールを光で表現されてて、それ本当衝撃でした。なるほどね。2.5 次元ミュージカルっていうの日本でもすごく、そういう、海外では最近もう人気になってるんですけど、そうなんだね。16年前はまだその言葉もなくて、そっかそっか。じゃあ初めてそれを誰から見せてもらったの？日本人の友達。日本人の友達から見せてもらった時に、なんだこれはって。くらい行ってるんですか？しょっちゅう行きます何回くらい？10回20回？先週だけで3回です。先週1週間で3回？今までのものをちょっと合計すると何回くらいになるの？じゃあ100回ぐらいで、以上かもしれないです単位が違った100回以上、もうどれだけ好きかってこと皆さんもうよくわかりますね。そういうのって一人で行くの？友達もその俳優さんのファンの友達とか、その作品のファンの友達と一緒に見に行きます。そうなんだね。じゃあそういうところでこう何ていうんですか、友達のコミュニティも広がって、学校外にもたくさん広がっていくんだね。なるほどね。ちなみにさ、その 2.5 次元ミュージカルを見てる時ってどのくらいわかるんですか？日本語。ほぼ全部。ほぼ全部？もう大丈夫です。すごい。そんなとこからさ、日本語に興味持ってたスザンヌさんなんですけど、どんな風になんか面白い日本語の勉強方法あるって聞いたんだけど。日本語だけじゃなくて、その本当何でも、私も一応英語の先生なんですけど、で自分は小学校の時に、その先生が教えた勉強仕方っていうか、ちょっと教えて。ですね、鏡でもいいし、もう携帯で何でもいい、なんか自分の顔映るものがあれば、発音とか本当完璧になる方法なんですけど、なるほどね。日本人はよくそのなんていうんですか、その真似するんじゃないですか、その聞いてその話せるんですけど、それだけはちょっと問題あります。なるほど。自分の口を見ないんじゃないですか。そうだね。先生の口を見ながら真似するんですけど、自分の顔を、自分の口を確かめないんじゃないですか。
それ鏡を持って、うん自分の口は本当合ってるかどうか確かめなきゃいけないんですよ。なるほど。想像力だけでちょっとダメなんです。なるほどね、はい、こう今言語学もちゃんとこう学んできてるスザンヌさんだからこそすっごく説得力があるんですけど、音を真似するだけじゃダメなんだね、はい、音を作ってるのは体だもんね。はい、それをしっかりチェックしながらはい、真似をするから発音が上手になるんだ。はい、なるほど。そうやってさっき日本語だけじゃないんだけどって言ってたけど、スザンヌさん何カ国語ぐらい勉強してきたの？まあドイツ語喋ってるんですけど、当たり前なことなんですけど、で英語とフランス語、ラテン語とスペイン語一応勉強しましたけど、ちょっと今フランス語は実は5年間以上勉強したんですけど、今フランス語を話したい時に、日本語の単語しか出てこないんですすごいね、もう日本語が最初出てきちゃうんだ。はい。じゃあもう日本語でさ、なんかこう言いたいことがあるなっていう時に、なんかそれなんて言うんだろうって困ることとかもあんまりない？ないんです。なぜなら、私の頭でもうスイッチがあるみたいで、ドイツ語を話したいならドイツ語のスイッチが入ってる、で英語を話したいなら英語って、日本語だったら日本語のスイッチが入ってる。一切、そのドイツ語とか英語を考えせずに日本語を喋ってるんです。なるほどね。全部頭の中でも日本語の、そこまでこう本当に上手な日本語すっごい上手なスザンヌさんなんですけれども、ちょっとね今日は私はドイツ語をぜひ教えてほしい。はい。なんかドイツ語を教えた経験もあるんだよね。そうですね、ということでもう本当に先生ですから、もうスザンヌ先生に今日はドイツ語をちょっと教えてもらいたいと思います、今日教えてくれるドイツ語ちょっとまず言ってみて。まずはちょっとドイツのイメージはみんなビールとかそういうお酒を飲めるんですけど、でそれは一番大事な言葉は、ポーストっていうことなんですけど、乾杯っていう意味。なるほどね、ビール飲むときにみんなグラスカシャンってしながら、ポースト、ポースト、はい、ポースト、ポースト、ポースト、はい、って言うと乾杯っていう、こういう感じなんだ。そうですね。なるほど。これグラスをさ乾杯ってやるのは同じ？アクションは同じなんですけど、全員と一緒に、日本みたいな一人ずつじゃなくて、みんなと一緒に乾杯するんですよ。なるほどね。日本だとこう会社の飲み会の席とかで、乾杯、ありがとうございますって一人ずつ言ったりするけど、そうじゃなくて全員でポーストってやるんだ。でもう一つの大事なことなんですけど、ちゃんと目合わせないとダメなんですよ。いろんな人がいるなら、本当もうみんなこのって見て、ポーストって感じなんだ。なるほど、面白い。で他にはそれなんですけど、実はドイツ人なんですけど、私お酒飲まないんですよ。そうなの？すんごい飲めそうな感じだけど。強いけど、飲まないの？そうなんだ。意外ですよねなので、それはちょっともうドイツ語で勉強しましょうか。お願いします、先生お願いします。ではそうIch trinke kein Alkoholはい、その L のちょっと難しいんじゃないですか。日本人はよく苦しい、R と L の発音はちょっと難しいんじゃないですか。でそれはなぜなら、日本の R は R と L の真ん中なんですよ。そうなんだ。はい。それを口のイメージして今、ラリルレロって、ベロはどこの辺で上に触ってるんですか？ラリルレロっていう時には歯の後ろのちょっと硬い部分の辺かな。で L の発音、その L を口の中で作れてるのは歯の直接後ろなんですけど、ベロが歯に当たってる感じで、 L って、英語の場合は right と right、で right はもう本当 L のもう本当歯の後ろでタップするんですけど、タップするんだ。ライト。そうです。で、
R の時はちょっと後ろの部分で喉の辺、はい、でそれは練習方法あるんですけど、まあ、日本人はここら辺でなんかその筋肉があんまり使えないので、私ちょうど今それで今そこに水持ってきてくれたんだはいで今ちょっとやりますけど、なるほどね。今さうがいする感じかな、水ぐおーって、はい、喉でこれがトレーニングなの？そうですもう一度これをやれば、その筋肉を使うんです、なるほどね。うがいしてる時って喉の筋肉使ってるんだねそうです、はい、これでじゃあ R を言うためのトレーニングになるんだ。はい、はこれちょっといいんじゃないですか。日本人の皆さん L と R 困ってる人たくさんいますよね。はいはいなるほどなるほど、面白い。じゃあちょっとそれ今私家でやるとしてもう一回さっきのドイツ語練習したい、でその最後のアルコホール、アルコホール合ってます。L をちゃんと今完璧に言おうとしてます。はい。アルコホール。アルコホール。はい。おお、やった。これがアルコール、お酒っていう意味なのかな。そうです。はい。オッケー。じゃあちょっとさ最初からもう一回、私はお酒が飲めません。お願いします。Ich trinke kein Alkohol。難しい。Ich trinke。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 まあその後ろのうの発音をするんですよ。trinke。trinke。kein。Alkohol。はい。オッケー。はい。ありがとうございますじゃあちょっと私今このスピードでしか言えないけど、ナチュラルスピードで聞いてる皆さん言えるかもしれないから、もう一回ナチュラルスピードでお願いします。Ich trinke kein Alkohol。皆さんどうでしょうか。言えました？これが言えればドイツでなんだっけProst って言った後、でもごめんなさい私、お酒飲めませんっていうことができますね、なるほど、ありがとうございます。スザンヌさん今日めちゃくちゃ勉強になりました。ちょっと家で私R を言うための喉のトレーニングしてみたいと思います。はい、ぜひ。ところでスザンヌさん、私のドイツ語今日何点ですか？はい、まあ最初の方はちょっと苦したんですけど、最後はまあ93点かなやった、ありがとうございます。ちょっとしっかりとトレーニングを積んで100点もらえるように頑張りたいと思いますありがとうございます。じゃあスザンヌさん、曲の紹介をねしてもらいたいと思うんですけど、東洋言語学院がお送りする東洋ランゲージスクールプレゼンツ日本語を学ぶ留学生の Now Study in Japan Radio Station、好きな曲、ドイツの曲ちょっと紹介してほしいんだけど。まあ好きな曲って言っても、まあその日本のカラオケボックスで唯一の曲、ドイツの曲あるんですけど、そっかそっか、はい。でその日本語のタイトルはなんですけど、ちょっとドイツ語とちょっと違う。そうなんだ。日本語のタイトルは何でしたっけロック？ロックバルーンは99ですね。なるほどね。これね、日本ではちょっと昔にやってたバラエティ番組で使われてた曲だから、多分聞いたら皆さんも分かるんじゃないかなと、思います。じゃあドイツ語のタイトルでちょっと曲の紹介をお願いします。私は紹介するドイツ語の曲はネーナの99スロッパロスです。どうぞ。東洋ランゲージスクールプレゼンツ日本語を学ぶ留学生の Now Study in Japan Radio Station。 ここからは東洋言語学院の田中が石川に代わって放送をお送りします。ここからのコーナーはこれ、学生たちに聞いてみた。学生たちに聞いてみたと題して、留学生の皆さんが日本に来て、そして東洋言語学院で勉強してみてびっくりしたことを聞いていきたいと思います。さあスザンヌさん、引き続き
よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします日本に来てびっくりしたエピソードを一応ねこのコーナーでは紹介してもらってるんですけど、そうだな、日本とドイツの違いみたいなのはこうどう感じたことありますか？そうですね、やっぱ考え方はたうんうんうんまにちょっと違うんですね。本当に例えばどういう時に？まあ日本語ある程度喋ったら日本人もその外国人も日本人としての扱いがあるんですけど、うんうんうん、でまあ私の場合はもう本当20年でずっとドイツに住んでて、うん、で日本に来て、まあ、友達とできて、でも日本語喋ってるからまあ日本人だよねみたいな感じで、うんうんうん、当たり前なことをもう日本人同士と扱いされてて、でもまあ例として私の友達と一緒に携帯を買いに行った時に、まあ、ちょっとうまくいかなくて、うまくいかなかった、ですごく悔しかったんですよ。はいはいはい、せっかく買いに行ったのに、はい、買えなかった。で本当まあ私の癖かもしれないんですけど、はいはい、まあ、ドイツ人はよくやることなんです。でその悔しさを口に出すんです、本当自分に文句言うんです。なんでうまくいかないとか、そういう強い言葉を使うんですけど、でそれは日本人の友達になんか なぜ今怒ってるのって、せっかく一緒に行ったのに、なんでそんな、なんか不機嫌なので本当喧嘩になったんですよ。ああ、そうだったんだ。はい。でそれはやっぱ、後でなんか考えてお互いで話した時に、まあ、やっぱ文化が違うかなって、まあ日本人としても扱いされてもそのルーツは違うから、ちょっとそういうところは違うかなって。まあ本当に今こうやって会話をしていても、はい、本当に違和感なく私はスザンヌさんと話せてしまっているのでやっぱり日本に長く住んでいるから日本のこともいっぱいよく分かってるんだろうなっていう気持ちでこっちもねこう接してしまいがちですけど、やっぱりルーツ、もちろんそのね生まれてから日本に来るまではもちろんね地元のドイツで生活していたこともあるし、やっぱり知らないこととかもあるわけだから、そこがちょっとすれ違いが起きてしまってっていうことね。まあでもね、日本にいるから日本人らしくするっていうよりかはスザンヌさんらしく個性を出して、でもいいバランスを取った方がいいかなって思いましたよ。なんか他にある人間関係というか、なんか文化の違いみたいなのって。それは交換留学の時に、実はまあその卒論のために留学しましたんです。でその卒論は上下関係について書いたんです。でドイツの学校なんですけど、ちょっと日本とシステムはちょっと違うので、部活動はないんです。部活がない。でそのまあ小学校と中学校は本当8時から1時間、まあ、1時まで授業あるんですけど、その後は本当自由で、まあ、授業活動で、まあ、宿題をやってる人もいるしスポーツをやってる人も全然いるんですけど、それは本当個人なものなので、その学校の友達と一切関係ないことなんです。でやっぱそれを上下関係を、まあ、実際感じるために留学しました。なるほど。その卒論のテーマがまずね、上下関係についてっていうトピックを設定したこともまずすごいなって思うんですけどそれを今までスザンヌさんはドイツでは経験したことがなかったから、実際に経験するために留学もしたと。で部活に入ったの？そうです。どんな感じだったんですか？まさかの本当青学の一番厳しいらしい部活に入ったんですけど、競技ダンス部ダンス、でもう最初の1ヶ月本当に苦しました。もう反抗期で、まあ、その時はまあ、26歳でまあ、その社交ダンスの経験者で、本当10年間でずっと10年間社交ダンスやってて、でもまあ
日本なので、1年生として部活に入って、先輩も年下なのに、先輩で敬語を使えなきゃいけない感じだったんですけど、最初の1ヶ月は本当反抗期で一切使いませんでした一切使わなかった敬語も、なんかこう礼儀正しい感じもしなかったと、1ヶ月間なんでそんなに反抗してたの？やっぱドイツ人はプライド高いしで勉強したんですけど、大学でそういう上下関係もその先輩後輩のことを勉強したんですけど、なぜかそれは中学校高校のものかなと思ってて、大学に入り、ドイツの大学は本当年を関係なくて、みんな同じレベルで学生なので、同じレベルで扱いされてるんですけど、先輩ってないんですよね、イメージがもうないんだね、先輩って。でも日本はね、先輩後輩、先輩からいろいろ教わって、後輩がそれを代々引き継いでとか、なんかそういう昔からある当たり前の感覚だけど、実際にそれを体験するって、しかも全然違う文化、背景を持ったスザンヌさんが体験するって、かなりじゃあもうそれは悩んだし、苦悩だったし、その後の話ちょっと気になるんですけど、1ヶ月間は反抗してちょっと歯向かってたけど、その後どうしたんですか？諦めました。諦めてというか、本当その上下関係を守りつつ、敬語を使いました。ちなみにそのすごい苦労した部活の経験を経て、卒論は結局満点でした。満点じゃあその苦しかった部活動の、最初の1ヶ月もすごい満点につながってよかったです、ちなみに TLS も、いろんな国の学生がね、30カ国以上って毎回言われてるんですけど、年齢もみんなバラバラじゃない？それこそ高校卒業してすぐに留学する学生もいるし、スザンヌさんみたいに大学卒業してからとかっていう人もいるんだけど、TLS ではそういうなんか先輩後輩みたいなの感じたりないんですよね。本当お互いで、助け合おうかな。本当そのレベルは全然違っても、その得意分を他の人に、丁寧に説明するとか、助け合って、手を取り合って、仲良くやってるってことですね。そうね、文化の違いももちろんみんなね、持ってるし、それぞれのこう背景を理解し合って助け合って、また違う側面からスザンヌさんのこう、日本での生活の役に立ててたらすごく私たちも嬉しいなと思いますね。でもちょっとなんか頼みがあるんですけど、その上下関係っていうか、その社会的なものなんですけども、本当日本で働きたい人も、TLS を卒業してならその日本で働きたい人がたくさんいるので、特に、上級クラスで、ちょっと敬語の使ってほしいんですよ。敬語を使ってほしい。例えばその先生に対してそのありがとうではなく、ありがとうございますって言ってほしいんです。そうね。自分がね、ゆくゆく社会に出た時に、さっきスザンヌさんが言ったような状況ね、年下の先輩がいたりとか、上司になる人にね、きちんとしたこう綺麗な敬語をね話せるっていうことは、いいスタートダッシュになると思いますので、ぜひね、これはじゃあクラスのみんなとスザンヌさんはじめ身につけていってほしいところだなと思います。ありがとうございます。今日はね、本当にたくさんお話聞けて本当に楽しかったです。私自身もすごい楽しませてもらいました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。この先も TLS でいろんな経験を積んでほしいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。私はここまでで石川さんにお返しいたします。スザンさん、残念ながらお別れの時間が近づいてきました。
今度は日本語の曲を紹介してもらいたいんですけれども、どんな曲？多分私知らない曲だよねこれ。そうですねまあ私の趣味のつながりなんですけど、その昨日見た舞台の曲が出てる曲なんですけど、まあ舞台なので、その役者さんが歌ってる曲ではなく、まあ、声優さんバージョンがあるんですけど、でそれは紹介したいんです。ありがとうございます。では曲の紹介お願いします。はい、私が好きな曲を紹介します。ソアラの三日月のファンタジーです。どうぞ。チーズ。東洋 Language School presents 日本語を学ぶ留学生の Now Study in Japan Radio Station